ギャラクシー S25 ウルトラにピタカの NFC ボタンケースをつけてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。開封。パッケージが届きました。こんな感じの梱包で届きます。開封して製品を取り出しましょう。このようなパッケージです。取り出しやすくしたのでしょうか。変わった箱です。蓋がないので引くだけで製品が出てきます。サンキューカードです。ピンボタンの簡単な説明です。ケース本体です。型崩れ防止のためかぴったりフィットした型紙が入っています。フィットしすぎてなかなか外れません。ようやく外れました。これはケースの取り外し手順書ですね。ケースは軽いです。41g とありました。このコーナーのフィット感もこれから見ていただきます。装着。早速ケースに S25 ウルトラを収めてみます。ダブつくこともなくぴったりフィットします。表面は艶消し仕上げでとても良いです。触った感触はゴムのような感じです。多分手から滑り落ちないコンセプトなのでしょう。これが NFC ボタンで後ほど設定を実演してみます。底面にさりげなくロゴが入っています。カメラが本体から 2.5mm ほど飛び出ていますが、それをケースがうまくカバーしています。その結果カメラの飛び出しはケースが吸収して 1mm になっています。スピーカーや USB などの開口周りもきれいに収まっています。 NFC ショートカットボタンの設定。 NFC ショートカットボタンの設定をしてみましょう。設定を押します。モードとルーチンを選択して下のルーチンをタップします。上のプラスを押して条件のプラスこのルーチンを実行する条件を追加を押します。スクロールして NFC タグを使用を選択します。この時点で割り当てたいボタンを押して分かりやすい名前を付けます。完了をタップします。このルーチンで実行する条件を追加をタップしてアプリを起動、アプリの操作を実行をタップします。スクロールして設定を探します。タップします。完了をタップします。タグの名前を付けるかそのまま完了をタップで入力したタグが現れます。ボタンを押すと設定が出ました。ケースを外してボタン動作をチェックします。ボタンはこのアンテナと重なるようケースに装着していないと機
機能しないようです。この状態で押しても反応しません。ケースを戻して設定の説明をもう少し続けます。ちなみにボタンの割り当てを変えたいときはルーチンを消去します。ルーチンをタップして呼び出します。選択して下の消去をタップします。あとはもう一度新しいルーチンを設定し直して終了です。初期設定を間違った場合はタグライターというアプリでリセットが可能です。日高マグイージーグリップ3。ケースと一緒にダブルリングも揃えました。シングルリングより拡張性が増して使用面での自由度が上がりました。開封して製品を見てみましょう。説明書などは何もありません。直径は 58mm ほど。折りたたみリングの具合はどうでしょう。結構強い力が必要です。これならスタンドで使用しても緩むことはないでしょう。表面の質感はケースの側面の仕上がりと同じです。これならケースに対する傷は考えなくとも良いでしょう。ここにロゴが入っています。ケース側面のように指紋はつきません。マグネットで吸着する位置が決まっています。違う位置に置こうとしても所定の位置で吸着されます。このちょうどカメラを避けた位置に落ち着きます。こんな感じです。磁力は相当強いです。ホームページの説明では 1.2kg までの荷重に耐えるとあります。このタイプから縦置きが可能で23度から45度まで可変します。縦に置けるのは利便性が上がります。欲を言えば縦使いの時は60度くらいになるともっと良いと思います。45度でこんな感じです。この状態でも横置きができるのですが、リングを90度回転させるともっと角度がつけられます。こんな感じです。このリングの緩まない作りは不思議です。ケース自体にも傷がつかないと謳っているだけに良い感じです。それでは次にケースの手入れに関して検証をしてみましょう。ケースの手入れ。ケースを使い始めると人によっては皮脂跡、指紋が気になる方もいると思います。ピタカホームページの問い合わせ欄に回答がありました。指紋という問いの答えにアルコールクロスで拭けば簡単に落ちると記載されています。表面は特殊コーティングされ3層に塗装されているそうです。塗装面への影響も気になるところなので試してみます。これは普通に手に入る消毒用アルコールです。ほんの数日しか使っていない状態の皮脂跡です。
塗装面にどのような影響があるのか興味がある方のために、まず一回拭き取ってみます。これで皮脂も落ちるのでしょうか。見てわかる通り強くはこすっていません。このくらいにして一回効果を見てみましょう。塗装は全く落ちません。指紋はどうでしょう。光の具合を変えてみるとあまり変わっていないようです。少し落ちた程度でしょうか。もう一度やってみます。塗装には影響がないようなので少し強めにこすってみます。塗装落ちは問題ないようですが、皮脂は NG です。この部分がはっきりわかります。指紋はカメラ面だけのようで不思議ですが、側面には全く皮脂跡がつきません。表面は爪で引っかいても全く傷になりません。この方法では効果がないので乱暴ですが溶液を直接吹きつけてみます。レンズを避けて液を直接かけます。レンズ養生しないのはアルコールでの影響がないことを確信しているからで、心配な方は養生をお願いします。状況をそのままお伝えするために1倍速でお届けしています。少し長めにこすってみます。多分アラミドの織り込みでできる微細な凹凸が影響しているのかもしれません。ここまでやりましたから、これで落ちなければ方法を変えてみます。このくらいでよしとして結果を見てみましょう。残念ながら私の皮脂はしつこいようで落ちてくれません。今度はごく薄い中性洗剤液でやってみます。同じように拭き取ってみます。多分塗装は傷まずにうまくいくはずです。色落ちはせず簡単に落ちたようです。洗剤を除去するためにもう一度アルコールで拭き取ります。強くこすってはいませんが、強くしても落ちは変わらないし傷もつかないです。今回は 50ml に 1,2 滴でほぼ水状態でしたが、脱脂の効力は濃度次第だと思います。しかし極端に濃くする必要がないことはお分かりいただけたと思います。気になる方は定期的にするのも一つの方法ですが、電子部品なので水洗いは避けた方が良いと思います。キリがないのでこのくらいでよしとしてマイクロクロスで軽く拭き取ります。ちなみにマイクロクロスだけでは皮脂は落ちませんでした。これで塗装に優しい脱脂はごく薄い中性洗剤が効果的だと分かりました。きれいにしてもすぐに指紋がつくので気にしない方が良いのかもしれません。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。